婚姻の平等は日本では法律上の性別が同じカップルは結婚ができません。そのために相続権だったり病院だったり親権だったり。この7年ってどういう時間だった2人にすると。なんか最初のうちは全力で頑張るぞってこうがむしゃらに頑張ってて、こう取材を受ける時もあるし、人前に立ってこういう内容を話すってあんまりなかったから、ちゃんとこう勉強をしたりとかして、あ、そういうことでこういう裁判になってるんだとかですね、見てたけど、やっぱりこう私たちも普通に働いてて、お休みの日とかに取材を受けたりとか、お休みの日にとか、お休みを申請して、院内集会とかしてたので、なんか本当に自分たちを完全に休める日が最初の方ないなって思っちゃって、で、がむしゃらに頑張ってたけど、ちょっと自分たちも体力的に疲れてきたなっていう時がちょっとあって、で、今はちょっと無理をせずに、自分たちのできる範囲で、ちょっと無理をしすぎずに、できることをやっていこうねっていうふうにちょっとこう変わったかもしれない。ね、7年も経ってるんだなっていう実感は湧いてて、本当今彼が言ったみたいに、自分たちの体力もなくなってきてるから、頑張りたいけど頑張れなくなっていくんだなっていうのもあるし。高校生だった姪っ子とかが、この間東京で結婚式したから、で、最初高校生だったのにもう、大学も終わって社会人になって結婚式してってね、すごい期間が経ってんだなってすごい思った。時の流れがね、すごいのよ。声が高くて可愛い甥っ子もね、今はごつくなって低い声出して、ひげも生えてさ、もうさ。この間までお風呂入るよったら一緒に。一緒にお風呂入るよったな。一番最初に裁判始めた時の写真とかを見たりするんですけど、すごい若いなと思うし、あ、こんな時にもう裁判を始めたのかっていうのも思ったりもしますし、でも7年経っても今置かれてる状況っていうのは何も変わらないので、本当なんか一日でも早くいい判決が出るといいなって毎日思って過ごしてます。はい。はい。私もそうですね。なんか7年って本当に長いなって思ってて、こんなにも待たされてしまうものなんだっていう気持ちが、大きいかなって思います。私が、裁判始めた28歳の時なんですけど、もう34歳に今なっていて、なんていうか、こう20代後半から30代にかけての、いろいろ自分の人生の中でも変化していったりとか、変わっていたことがあるっていう中での、こう7年間ってすごく貴重な、私たちの生活をこう作っていく上でも貴重な7年間を裁判に今すごく割いている状態で、でもまだ最高裁の審理も始まっていない。で、国会でも特に法整備に向けての動きは見られないっていうところで、なんか私たちがこの国で生きていっていいのかなっていうか、この国から歓迎されてるのかなっていうのをやっぱり考え続けた7年間だったなって思ってます。原告としてこう立とうと思ったこう思いというか、そのきっかけっていうのは何だったんですか？知り合いの弁護士さんに声をかけられたんですけど、で、その時から私は顔も名前も出してないんですけど、エリが割と積極的にやろうって言ってくれたので、顔も名前も出せないけど、そういう人が一般人で多いと思うので、それをなんか代表してじゃないですけど、そういう人が陰で頑張ってるよみたいな感じで思われたかったので、はい、それで、よし、じゃあ一緒にやろうっていうことになりました。はい。私は、そうですね。私の個人的なきっかけで言うと、本当に遡るのは14歳で、私が中学2年生の時に遡るなと思ってて、中学2年生の時に私は自分が同性が好きだっていう自分のセクシャリティに気づいたんですけど、それを気づいた時に思ったのが、自分の将来って大人になったら、私はどこで誰と、どんな風に何をして暮らしてるんだろうっていうのが全く想像がつかなかったんですよね。周りの大人を見てもみんな、異性愛同士で、異性愛のカップルの人たちばっかりで、同性同士のカップルで生きてる大人がいないっていう状態の中で、なんか将来を全く描けなかったですし、中学2年生の時点でも日本では私たちみたいな同性のカップルは結婚できないって分かっていたので、なんか
結婚もできないし、こう家族を持つっていうことは私はできない人生をこれから進んでいかなければいけないんだなっていう、なんだろう、セクシャリティの気づきとともに絶望感みたいのを味わったのが14歳の時で、そこから大人になって、その28歳の時に、知り合いの弁護士さんから、こう裁判を通して国の法律を変えるっていう方法があるっていうのを知った時に、もう目から鱗だったんですよね。こう私たちも同性カップルとして生きていながらも、この国に住んでる限りは結婚は絶対にできない関係性だと思って、半ばこう諦めを教え込まれてるような人生を歩んできた中で、もしかしたらこの裁判にかけたら法律が変わるかもしれないと思って、このお話をいただいた時にはもうすぐにやろうって思ったっていうのが、まあきっかけですかね。判決の重みがどんどん胃が痛くなっちゃう。なんかそうね。自分たちの地域じゃないところの判決の日とか、お休み取りたいけどなかなか休みが取れなかったりして、仕事してるんだけども手につかなかったりとか、合憲判決とかがいくつか出た時にはものすごいもうショックだったし、そういう時のバックラッシュってものすごいひどかったから、もうやっぱりこういう人たちには権利が必要ないんだとか、ね、子供を作らないからそんな権利与えなくていいとか、当たり前だとかってすごい量の、ね、見ない方がいいんだけど、ついつい見たくなっちゃうじゃない？どういうことで反対してんのかなと思って。だから本当中身ないのよね。もう、ただ否定したいとか、ただ自分たちより劣った存在でいてほしいっていう、なんかそういうなんとなくでものすごい言葉が来てたから、それはね、もう本当ショックだったし、なんか、やっぱ心がちょっとずつ、やっぱこう、削られてくるんだなと思って。だから、他の地域の原告さんたちもそうだと思うし、なんならこう、ね、ご家族で一緒に戦ってる方たちもいるから、そういう方たちのことをちょっと思いを馳せるだけでやっぱりすごい心配になってくるし、自分たちも一緒に頑張ってるからねって伝えたいんだけどね、なんか、すごい重くなっていく、だんだん。実はその地裁の、なんだろう、提訴した時から、私自身は顔とか名前を出して、やっぱりこの裁判に臨みたいと思ってたんですけど、ずっと家族から止められていたんですよね。こう特に両親から、やっぱり自分の子供がこうニュースに出た時に、周りの親戚の人たちとか同僚に、お母さんお父さんは何て説明すればいいのっていうことを言われてしまった時に、やっぱりその顔とか名前を私は出したいと思ってたけど、まあ周りの私の大切な人が反対するんだったらできないなと思って諦めていたんですよね。でも裁判がどんどん進んでいくにつれて、やっぱりなんだろう、自分の顔と名前を隠して、いろんな報道のニュースとかに出てる記事を見ると、この人誰なんだって自分自身で分かってるのに、なんかすごく自分とその新聞に出てる私がどんどん乖離していってるような感覚があって、で、改めてその親の顔や名前を出さないでって言ったことの言葉の真理をもう一回自分の中でそこを考えてみたときに、親が顔や名前を出して欲しくないって言った、その私の顔とか名前を隠しているのは親じゃなくて本当は社会の側なんじゃないかって、その社会がこう同性愛に対して偏見や差別的な目線を持っているから、親もそれを恐れて言って欲しくないっていう風に言ったんじゃないかって。もうこれ以上私が社会に抑圧をされて顔や名前を勝手に隠されてしまうっていうこの状況を自分で何とか変えていきたいって思った時に、改めて親を説得をして、で、交際の途中だったんですけど、交際の途中で親が、もう、こう自分の子供の頑張っていることをお父さんお母さんはもう応援するしかない。これ以上止めて、この子のために何になるんだっていうことを親が言ってくれて、そこから顔や名前を出すようになりました。いろんなことがありながらも、この7年間、ここまで二人を進めることができた、なんかその原動力って言ったらあれだけども、そこって何だったと思う？一つはやっぱり彼がいるから、この人とパートナーになりたいと思ってて、自分だけ頑張ってたらちょっとできないと思うんだけど、やっぱり一緒に参加してるっていうのが、一つ、もう、
彼がいてくれる、一緒にいてくれるから、やっぱ結婚したいって思える人が目の前にいてできないっていうのが、やっぱりもどかしいし、やっぱり自分が立ち上がったきっかけも、すごい生まれて一番勇気出して出たのがこの活動というか、今までの自分がクローゼットだったからこそ、一歩踏み出して、同じような境遇の人たちが、そう思わなくていいようにするって思ってこの活動に入ったから、なんかその時の自分の勇気を否定したくないじゃないけど、あの時の自分を信じてあげたいっていう気持ちが強いから、やっぱりそれが原動力になってます。判決を聞く前、2人で並んで座ってたんですけども、2人とも手汗がすごくて緊張お二人、最高裁を前にして、そこに向けてどういう気持ちでいますか？なんか最高裁の判決が出たらもう本当に決まってしまうっていう、結構プレッシャーというか、それは大きいかなって思っています。で、数日前の衆議院選挙の投開票で、私たちからすると、ちょっと逆風になるような、今、国会の情勢が動いているっていう中で、それが最高裁にどう響くのかなっていうのは、もう今は不安でしかない、ですね。最高裁に思うことは、やっぱりきちんと、基本的な人権を守る判決として、やっぱり性的指向っていうのは生まれながらに持って選ぶことができない、そういったもので、結婚ができるかできないかっていう、そこの違いをね、作ってしまっている。今実際できないので、そこを平等にすることは、最低限、考えてほしいし、やっぱり諦めないし、希望は捨てないっていう気持ちはやっぱ強く持たないといけないなって二人とも思ってて。そうそうそう。もう、ね、本当次の若い世代とか、昔の自分たちみたいな年の子たちに同じような気持ちをずっとさせ続けるわけにはやっぱいかないじゃないですか。だから、ね、誰でも自分が好きな人と結婚ができるっていう社会が早く来てくれたらなっていうのは、本当に思ってます。